1942年、昭和17年、第2期行動、インド洋作戦。昭和17年8月8日、曇り、出撃。身の回りを整理し、被服箱から服を取り出し、一切のものを新しいものに着替える。故郷への通信も忘れることなく出す。1630、沖合天領。1800、ペナン出撃。18船が故国に向け帰還するを送る。30潜水隊は出撃取りやめ、待機となる。隠密出港のため、見送りもないまま、曇り続けた空、うねりの高い海、敵潜水艦を警戒しながら、ペナン水道を抜ける。昭和17年8月9日、曇り時々雨、震度230度。鉛色に曇った空から、弾け出すように時々雨が来る。視界は不良。いよいよ、マラッカ海峡よりインド洋に出る。うねりは大。丸人30、右舷20度。船影発見。異常なまで神経を研ぎ澄ました。機銃戦用意をして接近する。味方識別の信号の石灯が、きらめくように船影に投げかける。応答の発信を待つ。寸量の間のもどかしさ。ゆるく、応答の石灯が返された。味方船舶と確認。背の荷をどっかと下ろした感じ。ほぐれる環境。人430、ニコバルとスマトラの間を通って南下。アンダマン列島の東方海面に出る。震度280度より230度に閉止。インド洋の巨大なるうねりが我が艦を翻弄する。うねりの境は100メートルの長さにあふれたものである。昭和17年8月10日、曇り、小雨あり。震度230度。深く閉ざされた空、鉛色に満ちた雲が水平線から水平線に連なっている。果てしない海、雲。長いうねりが遥かに絶えず押し寄せる。うねりの山に乗るまでにはかなりの時が経つので、海は思いのほか穏やかでもある。畳みかけた雲の海、世界中の湧いた雲をこの海におびき寄せた感じがする。艦の行く手にのしかかる雲の谷々。海の色は空の鉛色に映えて黒い潮流。時々四国の土佐沖を走っている錯覚さえ起こる。単調な日常がふとそうした郷愁をかき混ぜる。海蛇の泳ぎ、クジラの幽霊、甲板に跳ね上がっていたトビウオも見えなくなった。武田兵装が熱を出して床につく。必殺の魚雷14本がまどろみの夢の中に踊り出す。銀色に光って快適を待っている。昭和17年8月11日、晴れ。一蓋丸々、南緯0度27分、東経86度33分、0800、到着を終わっても、まだ暗い。晴れた空に、高く星が輝いている。うねりは昨日と同じ鈍重に押し寄せてくる。北西に向かって、第一線速、14ノット。雲がようやく晴れて、ギラギラした陽光が突き刺すように光り出す中を南下する。丸9 1号、日の出時に赤道通過。赤道芯にビール、芋、魚を艦長が備える。18 10、クジラの泳ぐのを見る。時々潮を吹き上げる。我が艦を同輩と思うのかもしれない。並行して進む。深い眠りが覚めきらずに次の到着に起こされる。今日も終日敵兵を見ず、並々の連続。山岡兵装が超カタルで床につく。加納軍医から絶対安静を宣告される。全地を心から祈る。昭和17年8月12日、晴れ時々曇り、波高し。日の出は10時。昨日の晴天が
今日は曇天で波が高い。うねりは今までよりも大きい。不気味なピッチングが続く。快適もなく単調な日々がよぎる。ようやく館内の生活の味気なさが心を蝕み始めた。長本死刑長がマラリアで倒れてしまう。全員体力にも疲労が見え始めた。明日は一丸丸々に飛行機偵察、チアゴス島近接とのこと。武田山岡両兵曹がだいぶ元気が出た。前回の一日も早からんことを心込めて祈る。今日の日没は20時。昭和17年8月13日。晴れ、波高し。東経77度21分、震度260度。味方識別の使用はなし、見えるもの皆すべて敵です。当直交代に真っ先に浴びせられた言葉がこれであった。単管、敵中深く潜入したものだ。晴れた空に星がきらめいている。14ノット、震度260。チアゴス諸島に迫る。日の出が遅くなった。10時を回ったものである。今日から故国は盆会である。浴衣に着替えて墓参り、夜を込めて盆踊りが繰り返される。当直の夜の甲板に立って引き締めるほど懐かしさが湧く。夕食が二丸一合。気が高いのになんだか変なものである。武田兵曹が当直に立てるようになった。昭和17年8月14日。晴天なれど波高し。0800、チアゴス島付近にて先行。夢うつつのうちに、先行出入のモーターの泣きむせぶ女の小姉に似た音を聞きながら、チアゴス島に着いたことを知る。いよいよ偵察に入る。人330、入港の商船を発見せるも、遠距離のため魚雷船なし。魚雷部員の銀舵の手入れ調整が行われる。ねっちり型の小水雷鳥が、商船が怒りを入れているから、夜でも一発ぶっ放したらな。とぼやく。我々の期待も大きい。人900、九条。右舷17度2分、島影に、両白の商船の煙が立ち上るを見る。明日の飛行機偵察のため、無人島の島影を求めて前進。来るように光る星の下、南インド洋は暗い。明日の任務を思いつつねいる。昭和17年8月15日。晴天。波高し。飛行偵察。チアゴス島の北方90海里の地点。無人島の島影より発進する。艦長が操業から環境に登ってこられ、飛行日和を案じられる。張飛が空の一点を睨み続けていた。飛行機は燃料油の積み込みを終え、兵器搭載も完了。ただ天候の回復を待つ。0900、一旦飛行機作業員の整列があって、人員点呼があった。やはり天候を気遣っている。人30、再度作業員の整列。次で組み立てを終わり、全員の見送りの中を発艦。人500、飛行機起動し、揚州に成功した。続いて、次の島セーシェル島偵察の配備点に向け、このチアゴス島の海を出発。チアゴスの無人島は、全島鳥の巣である。チアゴス島の港内には、昨日入港した商船と、小海艇一隻のみの在泊。飛行機 A は見えず、敵の警戒は、さほど厳重に見えず。人900、275度、マダガスカル島、東北海へ。暗夜の波をけたたて、新暦。8月16日、曇りのち晴れ、波高し、南緯6度、東経68度。昨夜から曇天、星も見えず、暗闇のインド洋をセーシェル島に向かって航し、計測12ノット、震度265度。追い波のうねりが高い。追い波に乗って不気味な格子。
時々推進機が空転すると、泣き叫ぶように艦内の油圧ジョイントが物悲しく鳴く。ローリングもあって、快適な航海ではない。曇天のため日は差さぬが、体全体が物憂い症状。日の出も4時間の差異が生じ、朝食が12時、昼食16時、夜21時30分と変更された。快適もなく平凡な航海の中に、闘志が鈍ってくる。数海里向こうの水平線上に連なる、美しい雄大な虹の R の下を、一段となったスコールの雲海が突き抜けていく。8月17日、晴れ、うねり高し、震度284度。小高い山のようなうねりが襲いかかる。インド洋の朝、日の出は10時半過ぎ。12時到着のため、環境に上がると、北寄りの東天に、月が高々と昇っている。冷気を含んだ大気を、胸いっぱいに吸い込む。山のような高さだけでなく、うねりだけでなく、長い追い波に乗って、艦はおのずと速度を増して海を行く。ペナンを出てから、初めて、インド洋の月を見る。水平線上に、南十字星の瞬きが見え、月光は、金色に波間に輝き、突き刺すような強襲が襲う。いくらかローリングがあるが快適なもの、セーシェル島に向け航し、快適もなく、前に雲と波の間を走っている。この日、作戦以来の積算工程、35,000海里と報告さる。8月18日、晴れ、東経66度、南緯4度、震度284度。烈烈たる赤道下に、高いうねりの中を進む。一線の昇降台の動きが硬い。手入れの時、油を注ぎ調整する。全員の体の調子も上々。夜の到着に環境に上がると、素晴らしい星座。見たこともない美しさ。月が落ちて、星が降るように輝いて見える。積雲の中に、月の輝きが美しい。日没は23時頃。8月19日、晴れ、セーシェル島。一蓋丸々、到着に入る。日がようやく昇ったばかり。内地では6時の朝食時。艦首の前方に島が見え始めた。数千羽の海鳥が、ゆらゆらと群舞して、遠来の我が艦の歓迎のようだ。この海鳥の乱舞の中を、島に直角に向かって進む。海の深さを測りつつ航し、距離約4000メートルに停止。セーシェル島は鳥の群生なので、大鳥島だとか南鳥島とか、我々で名付ける。人430、飛行機発進。人600、帰還。揚州、うねりが高く作業困難だが、ようやく終了。偵察報告は、5000トン級商船5隻、小海艇2隻、飛行機なし、2000トン級貨物船1隻、西に向かって出港中。艦は、湾口を密かに離れて、この貨物船を追撃する。若い砲術長が、長水来長、今夜は魚雷はいりませんよ。あははと大元気。下弦の月は中空にかかり、透明な夜空に美しく輝く。星座、南十字星、降りこぼれるほどの明るさ。発射管の魚雷が、まるで我々を眠めつけるように、双輪の取っ手が見える。士官室のラジオのスイッチを入れて、故国の声を聞かせてくれた。インド洋が、それほど遠い海のように思えなくなった。いくらか強襲に沈み切った感情を、取り戻すのに一苦労した。サンゴ礁の東入り口で待機したが商船現れず、260度に変し、予定の行動。アフリカの東岸、ザンジバルに向け進撃。8月20日、曇り、波次第に高くなる。日の出、11時30分。日没、24時。
雲が出ると、波のうねりが高くなって、横波を食らって、艦は激しくローリングする。昨夜の星座の美しさを思い、今夜の湿気を含む焼きを不気味に感じる。服が目とつくようだ。明日は快適を予想されて全員張り切る。200先行。1、2連とも、魚雷発射準備。約2時間後に浮上。月が積雲の裂け間に、こうこうと輝き星も美しい。波が高い中を、ザンジバルへ向け進撃。8月21日。晴れ、波高し。進路260度。波が高く、時々環境に襲いかかり、哨戒員はずぶ濡れとなる。ローリングが昨日より激しい。艦首前方に、今日も、また美しいアーチを描く虹が見える。波が昨日に続いて、相変わらず深々とした厚さで高くうねる。1900、先行、魚雷調整、機関の整備、先行中も休む間もない。千田の手入れ、各自は、受け持ち兵器にしがみつくばかりにして、手入れに余念がない。浮上後、見渡すインド洋上は、高々たる半月の光が銀色に輝いている。早い雲間に見慣れぬ星がキラキラ光る。11ノットでザンジバル島に向かって走る。日没24時。昭和17年8月22日。晴れ時々曇り。波高し。東経44度30分。南緯5度39分。日の出がまた遅くなる。正午過ぎにやっと登り始める。双手を大きく開いて、朝の大気を心ゆくまま存分に吸い込む。飛行機が今日あたり来るから、見張りを厳重にしろ。と、航海長の声が風に遮られる。風強く追い波のうねりがものすごい。シドニー沖からブリスベーンに向かった時の難航を思い出す。4日目にして大便が出たので気分爽快。今日のローリングはかなり激しいが快適もなし。海図の上で44度の海面を走っていることを知る。1540、飛行機発見、急潜入、笹原一水、主君公だと称える。魚雷手入れを昨日に続いて行われる。2200、浮上。見張り厳重となる。今夜も月が美しい。昭和17年8月23日。晴れ。波静か。東経40度48分。南緯6度28分。水平線の雲と空をバラ色に染めて、大日輪が昇る。すがすがしい大気を胸いっぱいに吸い込む。敵地に緊迫したため、1415、潜入。魚雷調整。不安なき手入れを済ませ、ただ発射を待つばかり。1720、浮上。1800、到着。天気は上々。青く澄んだインド洋の空に、白雲が点々と散在しているのが見える。海上は不気味なまで静かだ。見張りいよいよ厳しくなる。1913、右舷前方45度に、目指すザンジバル島を発見。腕が鳴る。環境から、島のあたりに梅園の立つのが見えて、快適の迫ったことに、身がゾクゾクと武者震いする。2000、先行。いよいよ継戦に入る。朝鮮発見。2、3番艦魚雷用意。メンタンクに、水あふれる音聞きつ。先行の艦内に、身を腰折り。初めて敵戦に向かって、全員、声を上げて張り切る。昭和17年8月24日。長時間潜航。1万トン級商船を追撃したが、襲撃の機を逸す。魚雷の発射管には水を満たして、発射を待ったため残念。司令塔より、今の船を今夜追撃して撃滅せ。と、伝令が怒鳴る。0030、浮上、追撃。0400、
絶好の位置を占めて待機するも失す。0630浮上、さらに追撃。一蓋○○潜入。発射運動に入るも航行間近となったためこれを断念する。5000トンの美しい小生船尾に砲2門を持つことも理由の一つ。人4○○前方に巡洋駆逐艦発見。昨夜からの商船追撃に察知されたものか。昨夜から一睡もしてない。当直に入る司令塔下で小水雷町に浦橋兵曹が今日はとても放電しましたよと話しかけていた。今日は関内神社の月例祭。先行続行。ここはモンバサ港沖。昭和17年8月25日。モンバサ港入り口。日の出12時30分。日没1時。魚雷は2本発射の位置。日が落ち着かず。当直を引いても気分が休まらない。丸蓋○○巡洋艦発見。戦闘配置につき魚雷3を用意。発射用意の例があって緊張していると、にわかに、深さ30。司令塔より、今発見した巡洋艦は駆逐艦だから発射待て。との例ある。3日にわたる戦闘で、電池の消耗がかなり大きく、機関長が司令塔に行く。丸蓋40。浮上。途端に、海上に駆逐艦が爆進してくるため、ブローを止め、ブローを止め。と、航海長が叫びながら落ちるように発令所に飛び降りてくる。またまた先行。紐を冷やして顔を見合わせ、メスを胸に突き刺されかけた時の面持ちだ。爆音に、艦はかすかに揺るぎたり、深度深めて沈下を始む。0430浮上。高層充電並びに補給を強行。当直に立っても眠い。よく晴れた空に月が輝いている。敵艦の警戒緩みし時の間に素早く艦は浮き上がりたり。このような平和な海に追いつ追われつ生命を痛め続け合っているのだ。深い感動が胸をゆする。次には激しい闘争意欲に駆り立てられ、瞬じたりとも油断は許されない。緩みの見せた方が負けとなる。いささかも心動かず慎みて、その際までも命守りつ。沖へ沖へと退避していたが、0830。変身して、再びモンバサ港に接近を始める。今日も終日先行。日の出前先行と思って、14時到着に上がったら、まだ先行していなかった。曇った空に波が出てきた。人430。先行。一日中、駆逐艦につけ回されているという。昨日から引き続き警戒海面下にある。今夜は浮上不能らしいとのことで、艦内排気ファン止め、と、電力節減の策が立てられる。機関長と専任将校が、明日の夜まで頑張りましょうよ。やつれたヒゲ面を撫でながら苦笑していた。緊張した昨日の空気が忘れられない。日没後も1時間先行している。21時頃、単身機にタービンの音が入ってきたので、深さ18メートルに整ったと思ったら、深さ30急げ、となる。長時間潜航に、濁り士官内の空気に酔いて、眠くなりぬ。試験日、持つてせわしく衛生兵、部屋の空気のガスを測れり。時間と人の境がつかなくなって、日付を間違えてしまう。昭和17年8月26日、うねり大なるも日本晴れ。震度265度。丸人○○ようやく浮上。丸人30先行急げ。長江三段を発見せりと。丸二人号浮上。モンバサ沖50海里を震度170度南下を始める。
またまた右50度に、閃光と超光弾を右舷に冒険しながら航行を続ける。0330、左28度に、駆逐艦発見。直ちに急潜入。泥のような眠りの中に足を引きずられているのに、気がつくと到着起こしであった。艦はまだ潜航を続けている。操舵手が、まだ駆逐艦が付け回している。ともう質疑を受ける。不安が陰る。1時間ほど経った頃、単身儀に感度が薄れてきた。司令、艦長の顔にほっとした笑みが湧く。敵艦が放つ爆音、遠ざけり、艦は密かに浮き上がらせり。浮上、0900、千田の制御のベイクライトが焼けて、人力出力準備をなす。紺碧の海が陽光に輝いている。よく晴れた空に積雲が浮かんでいる。赤道直下というのに、予期の寒さを覚えるほどだ。2300、飛行機発見、急潜入する。昭和17年8月27日、長時間潜航。丸人30、浮上、海上静か、緩やかなうねり、月光が輝き、満月、故国の秋を思わせる。涼しい初秋を感じる。草深き故郷の初秋を思うや切なり。進路270度、ザンジバル島南端の水道に至る。朝鮮団の航路を訳したわけである。千田湖礁復旧、千人将校に届けて、睡眠不足で目頭の痛いような、ふらふらの体をベッドに投げかけるように寝る。一蓋1号、配備転着、潜航1ヶ月前から、具合の悪い打覚子時期を修復完了する。1日潜航で、深さ18メートルで警戒するもついに快適だし、水石魚雷の手入れをする。昭和17年8月28日、晴れ、アデン湾に向かって北上。丸人一丸、浮上、ザンジバル島では戦果なし、恨みを飲んで去る。ブーンツタなしで、シドニーの二の舞をせざるよう、心に念ず。進路45度にて北上する。満月が中天にかかって、月光に海が輝いている。変身325度、モンバサ沖100海里で、右回し陸岸にまた近づく。空はあくまで晴れて、さんさんたる陽光は著しく増し、初期とともに赤道近きを知る。ペナン出港以来、すでに20日過ぎた。豪州作戦ではひどく疲れたが、今期の出撃は割合体力が良かったので、経過日数が知らぬ間に過ぎた。モザンビーク、ザンジバルでの獲物もなく、快適を祈りつつ、アデンに向かい北上を続ける。昭和17年8月29日、晴れ。ジグザグ航行で北上、空晴れて、満月光光と輝いている。丸二丸々、右舷に灯台見ゆ。変身450度。また離れる。来るような星屑の光夜。海上はとても静かである。少々うねり、わずかにローリングする。快適もなく、こんこんたる陽光に輝く、西インド洋、アデンに向かっている。飛行機も来ず、天外の上で、連艦長が、髭面をすごきながら口外する。敵潜水艦による、味方商船の被害状況が頻繁に入る。第30潜水隊は、ペナンに向かってセイロン島を立ったとの報あり、アデンでの快適を祈ること切なり。1705、赤道通過、南半球より、北半球へ。赤道神に缶詰を捧げて、ご利益に預かることを祈る。連艦長が一同を表す。2330、試験選考、看護兵装に駐車してもらう。昭和17年8月30日、晴れ、進路55度。月の出が遅くなった。
上弦の月、美しい星空に煌々と光る。平凡な航海が続く。後方だった艦内休養が没法となる。艦がイタリア領、ソマリランドの沖に差し掛かったためであろう。午後1時が朝飯、赤道付近の海のため初期も強い。あれほど快適を待ったのに、今日も一日平凡に終わった。55度進路西北上。一六丸々。波浪高い。ピッチングも感じられるほどだが、相変わらず追い波のため恵まれた行動だった。原則に、孵化の子がぶら下がっていた。体の小さい割に、ものすごい口をしている、覗かす歯の白さが、深く目に留まった。昭和17年8月31日。震度30度。波高し。0時先行。視線。0030。浮上。波が高くなった。大きな追い波で、上甲板から後部まで波に現れるようになった。メーン排気で吹き上げられたしぶきが環境を襲う。海がベトベトに濡れる。片割れ月が多くなった雲間からこうこうと輝いて、高い波しぶきが鉛色に光る。久しぶりに南の空に南十字星の傾いたのが見える。仙人町がもう北極星が見える頃だが、という豪州からクエジリンに帰るとき、あれほど待った北極星だったのにと、慌ただしい当時のことが思い出される。ものすごいうねりとなる。全く追い波で恵まれた航海が続く。今日も敵を認めず、息上がらずエチオピア東岸を北上。アデンがいよいよ近くなる。艦内も変わったことなし。平凡な明け暮れ。2330。先行。魚雷戦訓練を続ける。昭和17年9月1日。晴れ。海上荒い。0300。浮上。明るく輝く片割れ月の下を白雲が矢のように通過する。風がすごくなる。波高くなった。追い波が環境から手の届きそうな高さまで来る。シドニー以来の大波が来る。今日雲一つなく晴れなのに、海上の荒海はどうだろう。ローリングが大きくなる。アデン近し。昼食用意の時、小水雷鳥が全部に駆け込んできた。舳先に商船が見えた。魚雷用意だ。魚雷員は大急ぎで腹ごしらえする。慎重を期して一連は上艦の発順をする。第二戦速で艦はぐんぐん商船の前方に進出。行く手を略する進路に出ていく。ローリング、ピッチングともにひどくなる。速力のせいであろう。魚雷準備完了。噛みつくような京急ベルが艦内をが鳴り立てる。1700。9000トン級商船発見。敵船も我が艦の追跡を察知。逃走のごとし。1900。9000。満々たる自信を持って発令所に行く。うねりのため発射深度の保持困難。発射始め完了するも、敵船はアデンに向け SOS を呼び、敵浮上潜水艦発見を無電放送のため進撃を断念。2000。浮上。見張りを厳重にして進撃。アデン近し。胸が躍る。昭和17年9月2日。晴れ。北緯13度東経50度。月の出の遅くなって、暗い空に北斗七星が瞬いている。久しぶりに見た慌ただしい北極星の下、敵を求めてアデンに向かう。本米寄りの航路に当たっている。厳重な見張りを続ける。0505。商船7000トン発見。ウィキペディアによると、この商船は英貨物船が図工4131トン。日誌やスケッチに記された数値では7000トン。ウィキペディアは総トン数で、日誌などでは排水トン数を言っているようです。0625。警鐘鳴り響く。発射運動に入る。
アデン湾に月輝き、波また静かなり。慎重を期し、1、2番艦用意。0744、発射。軽い振動を残して魚雷発射。発射すと、艦はかすかにきしみたり、魚雷の行方を息の見て待つ。魚雷出たか、司令塔から怒られる。2番不発。不覚を悔やむ日間もなく突進した。1番艦魚雷が4、5秒して、ダダダダーンとものすごい振動、命中だ。司令塔の伝令、命中、合鎮。と、上ずった声で怒鳴り立てた。命中2分後、洋上には物も認めず。一発の、魚雷たがわず戦列機、伝令は合鎮と声張りて継ぐ。調整を、うなくずとなす一瞬の、炸裂音は清しかりけり。0800、浮上。艦尾にボート4隻を認め、機銃戦用意の令がかかったが、これに攻撃を加えず、見逃す。アデン300海里の沖、一路水上で進撃する。記念すべき日、9月2日、アデン湾上の夜が更ける。遥か東の水平線の雲が、淡い土色に変わってくる。アデン湾の爽快な黎明の中に、胸いっぱいに大気を吸い込む。瞬いていた星が黄色になる頃は、土色の雲がバラ色に染まって、輝く勝利の日が上がるようだ。大日輪を見ず。一蓋丸々、明滅するアデンの街を遥かに望みながら、アデン湾に第一日の長時間潜航に入る。中間の爆発を取り替え、甲板下の魚雷を引き上げる。昨夜から2時間しか眠っていないので、野良倉として魚雷調整が終わる。と、すぐに到着、勝利の興奮が体を支えている。アデン湾港の海深き中で、一日が過ぎ去っていく。海の子の、誇り身に負い勘借りて、航海アデンの港ふさぎつ。昭和17年9月3日。反省。001号。浮上。昨夜の興奮を包んで、速力12ノット、深度265度。月のない真っ暗なアデン湾を水上進撃。初期著し、黒い雲間に、星の光が鋭くきらめく。厳重なる見張りかをアデンに迫る。油を流したように海が静かである。人30、アデン湾に日が上がる。朝もやの中に、突如、舳先左3度に船影発見。直ちに先行、総員配置につけ、2番艦を発銃。人330、発射するも命中せず、直ちに浮上追撃、直接、反省の陽光がうだるような暑さだ。人700、舳先を2メートルあるような大魚が悠々と横切る。ヒレが、まるで紫色の美しいコウモリ傘のようであった。追徴だ。今の商船ももらった。と、連艦長と喜ぶ。自信に満ちて出撃を続ける。2300、先行、発射運動に入る。白母の日を背にして、2350、発射。34番艦、約30両にて、2発の大爆音を聞く。全員閉めたとばかり小躍りするが、司令塔より霊厳な重々しい伝令の声。自爆、命中せず。残念に思いつつ浮上態勢に入ると、たったった、と爆音がする。察知された敵船が、爆雷投下したらしく、再び潜入。2400、浮上するも敵船の影なし、無念の一日が終わる。昭和17年9月4日、曇り、長時間潜航。敵を求めて水上進撃、
暗黒の海に霞んだような白い輸液を残して、時々、夢のような夜光中の光が缶を包む。人人3号。日の出木ものため見えず。長時間潜航に入る。人600。遠くに振動音あり。魚雷手入れ。2400。浮上。我が艦を目指しての爆雷らしい。昭和17年9月5日。反省。暗い空に満天の星がきらめいている。今夜の海面は夜光中の大い海である。甘美の植液がアーク島のような青白い美しい光を出す。海光が気味悪いほど通り過ぎる。アデン湾を東から西へ、西から東へと紹介。湿気が多く、防暑服がベトベトとなって気味が悪い。隙のない無数の銀河の下を厳重な見張りを続けて水上進撃する。人人34。右舷8度に大日輪が燃えるように昇る。一息にこの燃える日輪の下に輝くうまい空気を吸い込む。海上は鏡の艶めき。人人4号。先行。長期先行だ。魚雷。機関の手入れ。二人4号。浮上。今日は日のあるうちに浮上して水上進撃。調整が終わったと思ったら到着。うんざりする。調整が思うようにできて自信ができた。腕をぶして見張る。快適なし、油を流したような静かさ、緩やかなうねりが寄せる水平線に日が昇る。大きなサメが悠々と泳いで、イルカの空中サーカスも久々に見えて楽しい。夕闇迫る。2400。到着を終わる。昭和17年9月6日。晴れ。湿気の多い夜の海を水上紹介。人人20。右舷70度に大型3本煙突の商船発見。直ちに天打。第一戦則。対敵行動に移らんとせしとき。中型爆撃機の攻撃を受け、機体先行。潜入が遅い。上空に飛行機が来ている。潜入30メートル付近で、約3分後、艦上に爆弾の炸裂音あり。60メートルに入る。1時間後に浮上。すでに船影を見ず、約5万トン級の商船であったらしい。さんさんたる陽光を浴びて久しぶりに快適。日没、23時45分頃。昭和17年9月7日。晴れ。水上進撃。丸人20。超高等弾発見。急潜入。丸200。浮上。敵に艦の位置を感づかれたらしい。警戒が厳しくなる。下弦の月が鋭く輝いて、雲のない空に星がきらめく。静かなる水平線を、炭鉱色に染めて大日輪が上がる。素晴らしいアデン湾の朝、爽やかな大気を心ゆくまで吸って、見張りの到着を引く。めまいのするほどの陽光の下を、鏡のような海面を水上進撃。飛行機も商船も見えず、かすかなローリングがある。2340。燃えるような日が落ちる。静かな海、雲一つない静かさ。アデン湾の夕べ、平和な海、何一つの変化のない海。この海が我々の戦場だ。いつかしら、ふるさとの海を思い出す。突如、ものすごい孵化の群れが、不気味などす黒い姿を見せる。艦の周りを泳ぐ、南の海の夜は清掃となる。昭和17年9月8日。晴れ、波高し。震度105度。日の出頃から波が高くなる。久しぶりにものすごいローリング。今日は食欲もなく衰弱気味。空はあくまで澄み切って、雲量ゼロ。コバルト色の空に、陽光さんさんと光る。風がとても寒い、不思議な現象だ。南下している。快適なし。昨日来の疲れがようやく取れたようで嬉しい。
ソコトラ島の北方40海里の点に向かう。日没頃より波が低くなる。西空を焦がして燃えるような月が落ちる。暗星色を増した空に、星の光が白くきらめく頃、24時の到直を終わる。大正法大日、遥か故国のいやさかを、インド洋上より祈る。